田原は公園のベンチに腰掛けていた。その公園は小高い丘の上にあり、景色がいい。夕日に照らされた街並みが美しかった。突然、田原の隣に誰かが座った。ナイフを使う男だった。この男は腕のいい殺し屋だ。一度捕まえたが、簡単に逃げられてしまった。そしてそれ以来、田原はこの男を再び捕まえようという気にならない。どうせ無駄骨だ。だがその時に、この男のわずかな持ち物が、警察の倉庫の中にあって、その中にこの男が大切にしていた。この男の恩人からの手紙があった。田原はその手紙を、刑務所の倉庫から持ち出して、この男に返してやったことがある。それ以来、田原はたまに、この公園で、この男と出会う。田原が言った。久しぶりだな。ナイフを使う男が言った。そうだな。田原。今日はなんだ？実はあんたに話したいことがある。何を？ナイフの男。最近、包丁の柄に、紙のガムテープや養生テープで、尻尾をつけて人に投げるやつがいるだろ。尻尾がついた包丁を勢いよく投げれば、その尻尾が空気抵抗になって、刃先が前を向く。つまりホームセンターで売っている。1000円や2000円の包丁が、投げナイフになるのさ。田原。知ってる。まさかお前も。やってるんじゃないんだろうな。ナイフの男。俺はやってないよ。でも包丁の柄に尻尾をつけることを教えたのは俺かもしれない。田原。かもしれない。とは。ナイフの男。インターネットの SNS で。俺はうっかり誰かにそのことを教えた。教えたからって、そいつが本当にやるとは思わなかった。だが現実にはやっている奴がいる。俺は情け容赦なく人を殺す。それが俺の仕事だからな。だが俺だって他人に同情することがある。SNS の書き込みを見ていたんだ。そういうのを見て情報収集をするのも
殺しの仕事のうちでね。だがその書き込みの中に、こんなのがあった。まるで、どこまで続いているのかもわからない。暗闇の中をさまよっているようだ。俺をこんな目に遭わせたやつに思い知らせてやりたい。田原はドキリとした。それは先日、田原自身がジャーナリストの川上に言った言葉だった。ナイフの男。俺にはその言葉の意味が分かったし、今の世の中にはそんな奴が大勢いることも知ってる。そしてそういう連中が自分を追い込んだ奴らに仕返しを従っていることも分かってる。彼らを踏みつけにしている奴らがいる。そして彼らは自分たちを踏みつけにしている奴らと戦いたがっている。だからうっかり包丁の柄に尻尾をつければ投げナイフになることを教えてしまった。普通なら自分が SNS に書き込みをすることはない。他人のことは調べても自分のことはできる限り隠すべきだからな。だがあの時はしくじった。田原。俺には自分のことを話すじゃないか。あんたは別だ。あんたはあの手紙を取り返してくれた。恩人だからな。田原。そいつは嬉しいね。そうか。田原。俺には友達が少ないからな。ナイフの男。書き込んでから一瞬後悔した。もしそいつが本当に誰かを殺したら、そいつは苦しむだろうと思ってな。人を殺すのは簡単なことじゃない。人を殺せば取り返しがつかない。殺した人間は絶対に生き返らない。そして人を殺せば重罪だ。殺人罪で警察に捕まれば、刑務所から何十年も出て来られなくなるかもしれない。何十年も世の中から遮断されるわけだ。それがどれほどの苦痛か。刑務所に入ってみるまではわからないが、一度刑務所に入ったら、逃げ出すことはできない。そして刑務所の中では、イカれた連中に
どんないじめを受けるかわからない。人を殺したら、その不安を抱えなくちゃならない。そして、自分が殺した相手が、受けた痛みについても、考えるかもしれない。たとえ恨みがあっても、相手は自分と同じ人間なのさ。自分が殺される立場だったら、自分はどんな痛みを受けたのか、そして自分が痛みを与えた相手は、自分をどう思ったのか、それを考えるかもしれない。その時、自分が実際には、感じてもいない痛みを感じるのさ。だが、そんなことは簡単に乗り越えてしまうやつが今の日本には多い。俺がたった一回、包丁に尻尾をつけることを書き込んだだけで、血まみれにされたやつがもう4人もいる。人間はなぜ他人を殺すと思う？俺のように金のために。他人を殺す人間はごくわずかだ。大抵は敵を先に殺さないと自分が殺される。そう思うから他人を殺すのさ。あとは頭のいかれたやつ。つまり、この日本で利権とつながっている連中は、そこまで日本の庶民を追い詰めてしまったということだ。もう後戻りはできない。もう止められないぜ。耐え難い痛みを受ければ、抵抗しようとする。そのために相手の命を奪ってしまうことだってある。それが人間だ。ナイフの男がさらに言う。天下り官僚が民間企業に天下れば、天下り官僚の意見に否定的な人材は、みんな官職に追いやられて、その民間企業のお偉いさんは、みんな天下り官僚の顔色を見て、ご機嫌取りをするだけの能なしばかりになってしまう。つまり、天下り官僚のいる民間企業のお偉いさんは、みんな利権とつながっていることになる。そして東京の虎ノ門には、天下り官僚の巣窟がある。つまりそれが政権政党の政治家の支援団体だ。つまり政権政党の支援団体というのは、族議員から利益誘導を受けている大手企業のことだ。政治権力を握っている政権政党の政治家は、国民の税金の使い道を決める権限を持っている。そして、族議員や世襲議員、裏金議員は、
自分たちの支援団体のために、できる限り国民の税金を引っ張ってくるための税金の奪い合いをする。そして将来の天下り官僚がその税金の奪い合いに協力する。その取りまとめ役が政権政党の幹事長だ。だが、そこで奪い合われた税金は特別会計扱いになっていて、国民には隠されている。それが日本の利権の根っこだ。その根っこにどれだけの枝葉がついているのかはわからないが、その枝葉を全部取り除いて、根っこを殺さないと、日本の利権は潰せない。田原。その根っこにはどれだけの枝葉がついているかはわからないが、少なくとも数百の枝葉はあるかもしれない。その数百人がこれから殺される。ナイフの男。殺されるのが嫌なら、自分からその枝葉から離れることもできるんだぜ。それは奴らの自由だ。だが離れる奴はいないだろうな。悪党というのは、同じ生き方しかできないんだ。田原。しかし警察としては、数百の人間が殺されるのを黙って見ているわけにはいかない。ナイフの男。しかし、警察が庶民を止められなかったらどうなる？まず警察、次に機動隊。その次は自衛隊が出てくるのか。庶民は敵を先に殺さなければ、自分が殺されると思っているんだ。そう簡単には引き下がらないかもしれないぜ。彼らは話し合いを求めているわけじゃない。日本の利権を潰そうとしているんだ。だから国会議事堂の前でデモ行進なんてやらない。議員宿舎や国会議員の自宅に忍び込んで敵を殺そうとするかもしれない。田原。だが、どこかで庶民を止めないと、数百人が犠牲になる。ナイフの男。だが庶民を止めようとすれば、庶民は警察や、もしかしたら自衛隊にだって向かってくるかもしれないぞ。
警察や自衛隊に向かってくる。庶民の数だって数百人を超えるかもしれない。田原。そうしたら、俺たち警察が庶民に銃を向けなければならなくなる、ということか。ナイフの男。そうなるかもしれないが、もっと厄介なことになるかもしれないぜ。日本には中小企業がある。彼らは日本の大手企業に30年もの間、何度も値下げ要求をされて、散々搾取されてきた。そして最近では、円安物価高による原材料の高騰を商品の値上げで相殺することを大手企業に拒否された。彼らは日本の利権と対立する立場だ。そして日本の中小企業の中には町子乳母がある。彼らは大手企業の搾取を自分たちの技術を向上させることで取り返そうと必死で戦ってきた。今の日本の町子乳母はロケットを打ち上げて宇宙に衛星を飛ばすこともできるんだぜ。ロケットというのは長距離弾道ミサイルと同じものだし、衛星を飛ばすことができるなら長距離誘導ミサイルだって作れるかもしれない。今、ロシアとウクライナが戦争している。戦場の主力は何だと？ドローンとミサイルだ。戦闘機はミサイルを発射するための発射台と化しているし、装甲車は自爆ドローンにかなわない。あの戦争で戦争の常識が変わったのさ。今、日本の自衛隊は何をやっている？戦闘機や装甲車、機関銃を使いこなす訓練をしている。だから自衛隊は装甲車や戦闘機を使いこなすことができる。しかし彼らは町子乳母の連中のように自分たちで武器を作ることはできないんだ。日本の町子乳母ならどんな高性能ドローンを作り出すかわからないぞ。偵察ドローン、自爆ドローン、機関銃を装備したドローン。確かに日本の防衛省はミサイルを大量に持っている。しかし1980年にアメリカで生産が開始されたパトリオットミサイルだ。そしてそれを沖縄の石垣島にミサイル基地を作って配備するという。ミサイルというのは
どこから撃ってくるかわからないから。意味があるんだ。ミサイル基地など作ったら。ここにミサイルがあるから攻撃してくれと。宣伝しているようなものじゃないか。敵とミサイルを撃ち合うことになったら。ミサイル基地は真っ先に狙われて、一瞬で破壊されてしまう。大量のミサイルを買うために、使われた国民の莫大な税金も、一瞬でパーになる。日本の内閣というのは、バカの集まりなんじゃないのか。つまり俺が言いたいのは、もしこの日本で、利権とつながった連中と庶民が、戦争を始めたら、そう簡単には終わらないかもしれない。ということだ。内戦が何年も続いたら、何十万人もの庶民が犠牲になる。それに自衛隊員や警察官は、本気で国会議事堂にいる。世襲議員のボンクラどもを守りたいと。思うと思うか。あんたはどうなんだ。自分の命をかけて。国会議事堂の世襲議員や族議員。裏金議員を守りたいと思うか。これ以上は聞かないが。もしあんたが、国会議事堂のボンクラどものために、自分の命はかけられないと思うなら、自衛隊の中にも、機動隊の中にも、警察官の中にも、同じように考える奴が大勢いるはずだ。つまり士気が低いってことさ。自衛隊や警察の士気が低ければ、内戦はそれだけ長引くだろうよ。再生リスト19に続きます。